OS 用の SSD が調子悪い人、こんばんは。ちょっと OS 用の SSD がね、調子悪くなっちゃって、新しいの買って変えようと思ってます。買ったのはね、ウエスタンデジタル。見えるかな。ウエスタンデジタルですね。東芝を買収しようとしたところですね、記憶者。まあ、買収できなくなっちゃいましたけど、このブラックっていうゲーミング FN850X っていう、ちょっと型落ちなんですけど、これ3年前ぐらいに発売されたやつなんですけど、型落ちで、これですね。型落ちで 2TB で2万円。ちょっと Amazon だとタイムセールみたいで2万円、2万600ユーロ出たんですけど、すごいいいやつですね。まあちょっと書いてあるんですけど、7300メガバイトパーセック、約7ギガバイトパーセック。私のパソコン、そんな出ないんですけど、NVMe の、えっと、これですね、多分 PCI Express 3.0×4 で、まあ最大でも4ギガですね。なんでこれ7300入れてもまあ4ギガ、だから4000メガバイトパーセックまでしか出ないんですけど、まあ、片落ちで今、ウエスタンデジタルなんか投げ売りしてるっぽいんで、もうなんか一回撤退するらしいですね。東芝の買収がうまくいかなくて、うまくビックス積層、なんだ、なんだっけ、フラッシュディスクとかがうまく調達できないんですかね。よくわかんないですけど、サンディスクの方に業績が良くないんで、全部 SSD 関連をまとめるっていうことで、なんかもう撤退をしようとしてるらしいですね。なんで安く売ってるってネットに書いてあったんで、一番いいの買っちゃいました。で、よく、この、まあこれ 2TB で今乗ってるの2頃なんですけど、東芝の。よく問題になるのが、これですよね。シードラの後ろに回復パーティションがあるんで、回復パーティションね。見えるかな。回復パーティションがあるんで、こう、余ったところ、でかいディスク、後ろ見張り当てで残っちゃうんですよね。で、これ見張り当てをうまく手動でやるとか、ツール使わないといけないとかって、えっと、ネットで見かけるんですけど、このウエスタンデジタルの買うと、このアクロニス、アクロニストゥルーイメージ for ウエスタンデジタルっていうディスクのクローン使うと、見歩いて領域、この回復パーティションを後ろに移動して見歩いて領域をガッシャンコしてシードラ拡張してくれるんですよね。で、なんかネットで見るとそういうことはしてくれないって書いてあったんですけど、実際使ったら拡張できたんで、ちょっと少しお教えしますね。まあ、このクローン、ツールでクローンってやると、こういう別画面が出てきて、まあ、クローン作戦モードってなって、この自動推奨っていうのがありますと。で、この自動推奨やるともう自動でソフトディスク、ターゲットディスクってやって、選択完了ってやるともう自動でクローン走ってくれます。あと手動でやると、回復パーティションを後ろに、実際やってみますけど、次へってやって、ソースディスクですね。これはディスク2っていうのが私のシステムディスク東芝ですね。で、ディスク1は3ディスク使ってるんだけど、これ SATA ですね。でディスク3っていうのが新しかった 2TB のウエスタンデジタルですね。USB でちょっと接続してますけど。で次へってやると、なんかチェックが走って、これ1分ぐらいかかっちゃうんですけど、ちょっと時間かかりますね。
これ大体、なんかディスクのチェックしてるらしいんですけど、容量とか、パーティションの構成とか、まあ、1、2分、ちょっとかったるいんですけど、かかっちゃうんですよね。まあ、とにかく、このま、それで、はい、これソースディスク選択できたんで、今度はターゲットディスク、こっちの 1.819TB のやつを次へ。これも1、2分かかります。ちなみに私のノート PC なんですけど、このゲーミング、一番上のブラックっていう種類のウエスタンデジタルは、すごい発熱があるらしいんですよ。まあ、ただ、私のは PCI-3 で、最大の転送速度使えないんで、そこまで発熱しないと思うんですね。で、あと、このディスクを交換するには、別のコンピューターで使用するには、データディスクとして使用するにはって書いてあって、まあ、このコンピューターで交換するんで、次へ行きますね。多分、別のコンピューターで使用する場合は、なんか、独特の GID とかシスプレップしてくれるのかな、ちょっとわかんないですけど、シスプレップしたら吹っ飛んじゃうか、他の情報と。ちょっとわかんないですけど、自分のディスク変更するんで、一番上を選択して次へ。データディスクの場合は単に下ですね。上は多分ブータブルディスクとしてなんか作ってくれるらしいんですけど、なんだろう、EFI のブート領域と回復パーティションを削除してくれるのかな、この一番下だと。2番目の別のコンピューターで使用するっていうのがちょっとわかんないですよね。何するのここでね、現状のままっていうのが、256GB のまんまコピーするんで、この一番後ろに見歩いやってる容器があって、真ん中に回復パーティションができちゃうっていう、ちょっとめんどくさい構成になっちゃうんですね。で、移行先に合わせるってやると、これ、C ドライブを拡張してくれます。これで、回復パーティションを一番最後に持ってきてくれる。で、手動でやるとさらに、僕は手動でやるんですけど、手動でやると、さらにまあ C ドライブ全部、正直システム領域2テラもいらないんで、まあ、ちょっと 500GB ぐらいにしようと思ってるんですけど、まあそんなにもいらないんですけど、ちょっとそれぐらいに拡張して、残りはデータ領域 1.3 テラバイトぐらいはデータ領域にして、このサタディスク、つながってるサタディスクはもういらないようにしようかなと思って。で、この状態で C ドライブを全部1.8までこういうふうに拡張してくれてるんですね。で、この C ドライブこんなんいらないんで、編集ってやると、まあ、大体512ギガにすると、許可ってやると、この後ろにミアルヤティ領域を作ってくれて、その後ろに回復パーティションを作ってくれるようですと。なので僕はこれで500ギガをシステム領域に割り当てて、ミアリアってその後ろに D ドライブ作って、今使ってる SATA のデータを全部こっちに入れようかなと思ってます。そうすれば早くなりますしね。データの転送速度。だいたい、まあ、今、SATA だと6ギガ、600メガバイトパーセックしか出ないんで、まあ、PCI Express の方が断然早いんで、NVMe ね。まあ、使ってる時の体感早くなるかなっていうことで、全部 NVMe に移しちゃおうかなって思ってます。じゃあこれで、まあ、なのでまあこれでですね、ディスク、トゥルーイメージ、アクロニストゥルーイメージ for デジタル、ウエスタンデジタル、こいつに無料でついてくる、やつを使うと、うまく、作れますんで、パーティション、火薬パーティションを後ろに移動できて、できるようになるんで、これ1個で。皆さん、ウエスタンデジタルおすすめですんで、まあ、使ってみてください。では、先ほどの、トゥルーイメージを使った
パーティションコピーなんですけど、もの10分か15分ぐらいで終わってしまいました。こっちの下がね、下が、USB で繋がってる2テラのウエスタンデジタルですね。見事にこう、ちょっと回復パーティション、多分フラグが立ってないんですよね、回復パーティションとしての。ちょっと、ここは後で自分でやんなきゃいけないかもしれないですけど、こっちの、C ドライブがあって、ここに見割り当てがあるんで、おそらくこっちのディスク1を抜いて再起動すれば Windows 領域を C ドラとして認識して、ちょっと回復パーティションが使えるようになるかわかんないですけど、再起動すれば使えるようになるんじゃないかなと思います。あれね、回復パーティションが表示されない件ね、ディスクパート使って、指定のね、パーティションにアトリビュート 0x8、1、ね、この属性を割り当ててやると、こういうふうに、回復パーティションが正常で上がってくるんで、これで、完了ですね。これ、再起動しても、シードラは割り当たったんだけど、回復パーティションは回復パーティションの属性が入ってなかったんで、ここだけ手動で入れてやる必要があります。では。あとですね、最後、回復パーティションは作ったんだけど、それとは別に、あれだね、復元ポイントだね。この、コントロールパネルから回復して、この、システムの復元の構成っていうのが、ここ C ドライブ、Windows システムってあるけど、これ新しいドライブね。で、有効に、さっきしたんですけれども、メディアを移行した直後は、ここにもう一つ一番下にね、Windows 不明って書いてあって、そいつが無有効化されてるんで、そいつを一旦この構成ってところから削除して、新しくできた Windows C のシステムを有効化しないと、障害が起きた時のリカバリーができなくなっちゃうんで、これは必ず必須ですね。回復、システムの復元の構成を新しい、C ドライブの方で有効化してあげることが必要です。これ重要な項目なんで覚えておいて、ちょっと補足しておきます。